幸子です。今日は三重県の松阪市に来ています。この松阪市にある100年前の大きな家に来ています。これから一緒に入っていきましょう。では行きましょう。お邪魔します。まずこのうちの全体を見ましょう。とても大きい家だとわかりますね。庭も広いです。後で見に行きましょう。早速ルームツアーをしたいと思います。右に見えるのは使用人がご飯を食べるところです。これは普通の箱ではなく箱膳という一人用のテーブルです。ご飯を食べないときは片付けることもできました。実は100年くらい前まで日本人はこのスタイルでご飯を食べていて、家族が同じテーブルでご飯を食べることはありませんでした。ここはキッチンです。これをかまどと言います。鬼滅の刃の竈門炭治郎の名字かまどもここから来ています。皆さん、これが何かわかりますか？これは機織り機というコットンを作る機械です。皆さんの国にも似ているものがあると思います。この家はコットンを江戸で売ってお金持ちになった商人の家です。ここから畳の部屋が続きます。ここは100年前の家ですが、古い部屋は江戸時代に建てられています。ですから今から200年や250年くらい前になります。レコードもありますね。この家はとても古い家ですが、きれいに残っています。古い家がこんなにきれいに残っていることは珍しいので、ここは国の重要文化財になっています。こんな感じで英語でも説明があるので分かりやすいです。部屋も庭もわびさびを感じますね。今、廊下を渡っています。庭がとても美しいです。日本庭園とも言います。私の家にもこんなかっこいい庭が欲しいですね。広い畳の部屋に来ました。ここは大正時代の部屋です。大正時代というと鬼滅の刃の時代と同じ、今からだいたい100年ぐらい前です。広くて綺麗な部屋です。屏風がありますね。ヨーロッパやアメリカの古い家と比べて家具や物が少ないです。ちょっとミニマリストみたい。広く感じます。皆さんの国の古い家と比べてどうでしょうか？ここにも庭がありました。この日は本当に暑くて36度ぐらいありました。でも日本の家は風がよく通るので外よりも涼しかったです。建物の外に出て庭に来ました。この日は暑すぎてお客さんがほとんどいなかったので、たくさんビデオを撮ることができました。神社の鳥居がありますね。庭に神社がある家は東京ではほとんど見ません。あってもこんなに大きい鳥居があるのはかなり珍しいです。池も大きいですね。すごく贅沢です。メインの建物とは別に
茶室と呼ばれる建物があります。ここで茶道、ティーセレモニーをします。中には入れませんでしたが、よく見ることができました。ここは蔵と呼ばれる倉庫です。今は展示室になっています。この家はコットンを売ってお金持ちになった長谷川家のものです。昔はロイヤルファミリーの人々もここに泊まったようです。その時の写真がこれです。その他にもロイヤルファミリーからもらったプレゼントもありました。長谷川家って本当にすごい家だったんですね。皆さん、ルームツアーはどうでしたか？これは別の商人の家です。最近の日本の家は畳の部屋、和室がとても少なくなりました。私の家にも和室がありません。日本の昔の家は日本人が見ても今と全然違うのでとても面白かったです。今日来た松坂は侍の住んでいた町やお城の石が残っていたりと、歴史が好きな人には本当におすすめです。名古屋駅から1時間ぐらいで行けます。和牛も美味しいです。ぜひ行ってみてください。それではまた。